トゥクトゥクに乗ってシェムリアップの中心部にあるラッキーモールというところに来ました。ここでラッキーバーガーというハンバーガー屋さんに行きます。 Can I either choose a nugget or a fries? French fries? Medium beef? Yeah, I kind of like to go for the nugget. ラッキーバーガー到着したら閉店間近だったので動員1ラッキーバーガー買いましたね。なんかパッケージが可愛い。ラッキーバーガー味はとても美味しかったです。はい、おはようございます。これからアンコール遺跡群を巡ってきます。Good morning. Good morning. Your driver is here. Okay. And you want some coffee first, or drink first, or you want some? No, thank you. Thing? I'm good. Right. Right. Go what first, and then following to the Right, second cool. step until the seventh step. Right, cool. And at the end is the sunset on Bakai Mountain. Right. All right. Right. It's a long day. Make sure you drink a lot of water. Okay? That will do. Right, see you later. 犬がたくさんいましたね。またいた。アンコール遺跡群を回るにはアンコールパスっていうチケットが必要なので、まずはチケットオフィスに行ってきます。Hello. Can I get a ticket for one day? チケットはすぐに買えました。アンコールワット到着しました。多分ね、1キロくらい先なんだよね。もっとあるかな、2キロくらいあるのかな。正面から見ると3つの塔は見えないんだね。多分正確には5つあるから、ドセンターから見ると塔が2つしか見えない。こういう仕様なんだ。アンコールワットに入った瞬間、タイムスリップして古代に迷い込んだような不思議な感覚にとらわれました。9世紀末から12世紀にかけてクメール王国の首都として建設されたアンコールワットはもともとはヒンドゥー教寺院として建てられましたが、後に仏教寺院に転換されました。一面に描かれた繊細な彫刻は王室の歴史や神話を神秘的に物語っているんですね。ここは石造りのピラミッド型の構造になっていて、周囲は巨大な堀で囲まれています。アンコールワットは1800年代にフランス人の探検家が発見するまで密林に覆われていました。9世紀末から約600年続いたクメール王朝はアユタヤ王朝の侵略によって15世紀に衰退が始まります。こうしてアンコールワットは放棄されてしまいました。それからカンボジアの首都はプノンペンに移されて、アンコールワットは完全に存在を消してしまいます。プノンペンはこの前行ってきた町ですね。ここには人工の運河や貯水池などの仕組みがあるのですが、カンボジアはとても暑い土地なので、そういった気候の特性もあり、都市の衰退につながってしまったようです。そうして衰退していったことにより、一帯はジャングルに覆われて、都市は深い緑に埋もれていきます。崩れた塔の間から育った木が柱や壁に絡みついて、ジャングルと遺跡が一つになってしまったんですね。ここすごいんですよ。この窓のように見えるところの抜けに隣の建物の像が見えて、まるでフレームのようになっていました。
アンコールワットは世界中から観光客が来るところなので混んでいるかなと思って身構えていたのですが、ホテルのオーナーにいいことを教えてもらって、やっぱりサンライズとサンセットの時間っていうのはめちゃくちゃ混むらしいんですけど、僕が行った時間はちょうどサンライズが終わった後、要するに7時とか8時とかに行けばサンライズを見終わった人たちがはけ切った後なので結構空いているって教えてもらいました。なのでこの時間に行って正解。人があんまりいない。冠をかぶった女性のレリーフはデバターといって女神を意味しているものですね。デバターはアンコール遺跡群のどこでも見ることができて、全部で2300体以上も確認されているようなのですが、髪型や表情などが一つ一つ異なり、一つとして同じものはないそうです。で、回廊の内側にあるこのへこんでいる部分は多分沐浴場として使われていた場所ですね。要するに王様が水浴びしていた場所で、この沐浴場以外にも畑に水を確保するために作られた池がたくさん周りにあるんですね。僕がアンコールワットで一番好きになったのはここですね。この柱と柱の間が額縁のようになっていて、その先の景色を切り取っているように見えました。アンコールワットに行ってきました。次はトゥクトゥクに乗って、40分くらいかな、バンテアイスレイっていう郊外の遺跡に向かいます。僕がカンボジアに来たのは一番はプレアビヒア遺跡を見たかったっていうところだったんですけど、2番目はバンテアイスレイに行きたくて、でここがレディーステンプルって言って女性のお寺っていう異名があるんですよね。で外壁になんか赤い砂石とかラテライトが使われていて、アンコール遺跡群の中でも群を抜いて美しいと言われているレリーフをたくさん持っているバンテアイスレイ寺院、とても楽しみです。今見えているのがスラスランといってアンコール遺跡の一つで、アンコールワットの東側に位置する人工の貯水池です。この遺跡はアンコール時代の12世紀にジャヤーバルバン7世によって建設されました。ここはプレループ寺院、10世紀後半に建てられたヒンドゥー教の寺院で、もともとは王の宮殿としても使用されていました。ここは移動しながら眺めるだけになってしまったのですが、寺院の頂上には中央主導があり、周囲には4つの塔が配置されています。ここは上まで登ると周囲の風景やアンコール遺跡群を眺めることができるらしいので、次に来たら絶対に行きたいですね。夕日とか見えたら綺麗だろうな。この寺院は10世紀後半、アンコールワットよりも古い時代にカンボジアの王ジャヤーバルマン5世によって建てられました。バンテアイスレイという名前は女性の要塞という意味で、当時はシュレイ寺院とも呼ばれていました。この名前は彫刻の繊細さが女性的な特徴を持っていることに由来しています。寺院に入るまでの道がすでにとても綺麗。このスリット状の窓というのはバンテアイスレイだけに見られるものなんですね。
こが東門ですね。この東門を抜けて第一周壁、第二周壁に続く参道を進みます。装飾が本当に繊細で綺麗ですよね。バンテアイスレイが建てられたのは一般的には967年から968年頃に建てられたと言われているのですが、1000年以上前に建てられた建築物でこんなに綺麗に装飾が残っているというのは、作られた石の性質が良かったからと言われています。Because when they take something from here, they don't feel comfortable. Yeah. Sometimes they got, because we do believe like inside that something like this, like they have the spirits. Yeah. But we have one guy who is. I think I will. 今見えているのが第二周壁で、寺院の中心部である中央主堂を取り囲むように配置されています。第二周壁は約100メートル四方の正方形の形状をしており、内側に回廊があるんですね。この第二周壁の東門というのがカンボジアの古代建築の中でも一二を争う美しさと言われているようです。確かにとても綺麗ですよね。東門をくぐり回廊の中に入ってきました。正面の中央主導は立ち入り禁止になっています。この中央主導の北側に東洋のモナリザと呼ばれるデパターがあります。ただね、ここからでは見えないんですよね。寺院の中心には3つの主要な指導があり、それぞれヒンドゥー教の神々、特にシヴァ神への捧げ物が行われていたと考えられています。壁面や柱、扉には神話や宗教的なシーン、精密な植物のモチーフなどが描かれています。あとは動物をモチーフとしたレリーフもたくさん見受けられました。バンテアイスレイにもデバターがたくさんあるのですが、アンコールワットで見たデバターよりも優しい印象を受けました。
アンテナイスレイ遺跡を離れてアンコール遺跡群の方に戻ります。ここからね3、40キロ、40キロくらい離れてるんですよね。しばらくトゥクトゥクを走らせてタプローム遺跡に到着。タプローム遺跡はジャングルに囲まれた状態で発見され、多くの石造建築物が自然の力によって侵食されつつもその姿をとどめています。ここは映画のトゥームレーダーに登場した場所ですね。遺跡の中には寺院や神殿、住居など古代クメール文明のさまざまな要素を見ることができます。こうして壁面を覆う壁画や彫刻は当時の宗教や社会の様子を反映しているんですね。こうしてところどころ木が遺跡を侵食していっています。ここは東西約1キロ、南北約700メートルもの壁に囲まれた広大な敷地の中にあり、建立当時は5000人余りの僧侶と615人余りの踊り子たちが住んでいたと伝えられています。こうして樹齢300年から400年とも言われる巨大な樹木が遺跡を侵食する様子は圧巻でした。ところどころこうして積み上げられていた石が崩れてしまっているんですよね。タプロームの見学を終えて次はチャウサイテバターに向かいます。チャウサイテバターに到着しました。入り口を入ると王様が天界を歩く様子を表現した空中参道が見えてきました。これは地上と天界をつなぐ役割を果たすという考え方があったようです。チャウサイテバターはヒンドゥー教寺院として10世紀末から11世紀初頭にかけて建てられたと考えられています。遺跡の名称はチャウ、サイ、テボーダーという3つの神々の名前に由来しています。ここにあった彫刻はアンコールワットで見てきた者たちよりも優しい表情をしていると感じました。また空中参道を渡り次の遺跡に向かいます。次はプリアカーン。
クリアカン遺跡はクメール帝国の時代に建設され、12世紀後半から13世紀初頭にかけて栄えました。遺跡の名前は聖なる剣を意味し、神聖な場所であることを示しています。これ頭があるやつと頭がないやつがあるんだな。頭は持っていかれてしまったみたい。遺跡は広大な敷地に広がり、入り組んだ通路や神殿、塔などが独特の建築様式で配置されています。当時は10万人もの人が寺院の運営に携わっていたそうです。光が差し込む様子がとてもかっこいいですよね。とてもリアルな石像があるなと思ったら、これ本物の犬でした。この2階建ての遺跡というのはとても珍しくて、もともとここは図書館として使われたとも言われています。ギリシャ神話の世界観みたいですよね。次は池の中に浮かぶ遺跡、ニャックポアン遺跡に向かいます。この遺跡はクメール帝国の時代にアンコールトムの王都の東側に建てられました。ため池の中に作られた遺跡なので、この長い橋を渡って向かうことになります。かけられている橋の高さが水面の上ギリギリなんですよね。まるで湖の上を歩いているような感覚になりました。結構大きな魚がいて、細長いからガーパイクかなと思ったんですけど、これ多分デルモゲニっていう魚ですね。ニャックポアンは仏塔に乗る人々という意味のカンボジア語で、この名前はかつて仏教寺院であったことを示しています。中央には円形の人工池があり、その真ん中には小さな仏塔が立っています。仏塔の周囲には4つの小さな池が配置されていて、これが全部水路でつながっているんですね。このため池は病を治す伝説の湖をモデルにして作られているみたいです。中央主道の左手に見えているのはバラーハという神様が乗る馬の彫刻ですね。
ニャックポアンからアンコールトムの中心部に位置しているバイヨン遺跡の方に向かいます。ここは横一列に12の塔が並ぶプラサット・スル・プラットというところ、綱渡りの塔という名前で呼ばれています。見えてきました。これがバイヨン遺跡。遠目から見るバイヨン遺跡は圧巻でした。まるでピラミッドのようにも見えましたね。バイヨン遺跡はヒンドゥー教寺院として建てられましたが、後に仏教寺院としても利用されるようになりました。そのため遺跡にはヒンドゥー教の神々を象徴する彫刻やレリーフが見られる一方で、仏教の要素も組み込まれています。融合した宗教的な要素が特徴的で、他のアンコール遺跡には見られない独特の建築様式を持っている遺跡です。この遺跡はクメール帝国の首都アンコールトムの中心部に位置していたことから、当時の政治、宗教、文化の中心としての重要な役割を果たしていたと考えられています。壮大な建築様式と独自の彫刻がアンコール遺跡群の中でも唯一無二の存在として知られているんですね。最も特徴的な部分は巨大な石像の顔の彫刻です。遺跡の塔には合計で216個もの巨大な顔が刻まれており、四方八方に視線を向けています。これらの顔はブッダやクメール王を表しているとされていますが、どうして作られたのか、その意味は明確には解明されていません。遺跡の内部はまるで迷路のように入り組んでいました。この回廊の彫刻が水中を表しているんですかね。魚たちがたくさんいます。
次はバイヨンから爆星チャムクロンへ。ここはピラミッド式の寺院で、ピラミッドには神が降臨すると考えられていました。ここは主に礼拝のための寺院として使用されていたと考えられています。この遺跡には鳥の伝説というものがあります。昔アンコールの都に敵の軍が攻めてきた時、大きな翼を持つ鳥が現れ、その翼を広げて王を守ったそうです。鳥が舞う都という意味の爆星チャムクロンという名前はこの伝説に由来しているということでした。爆星チャムクロンの上に登ってみることにしたのですが、この階段がめちゃくちゃ急でした。結構怖いなこれ。この日最後の目的地プノンバケン遺跡に到着。この遺跡は山の上にあるので、この丘の山道を上がっていくことになります。遺跡がある丘の上までは約15分ほどでしたかね。遺跡の名前はバケンの丘という意味で、丘の上に建てられた寺院を指しています。バケンというのは地元の言葉で象を意味することもあり、遺跡の形状が象の背中に似ていることに由来していると言われています。密林の中にアンコールワットが見えました。今日一番最初に行った遺跡ですね。プノンバケンの丘の上から眺める夕日がとても綺麗ということでこの時間に行ってみたのですが、残念ながら太陽が沈んでいく様子は見ることができませんでした。それでもここから見る景色はとても綺麗でしたけどね。夕日を見ることはできませんでしたが、この綺麗な空をずっと記憶に留めておきたいなと思いました。
ホテルの部屋帰ってきました。はい、じゃあそんな感じで明日の準備をして今日は寝ます。おやすみなさい。